皆さんハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。久美子はちょっと諸事情で今日この手前じゃなく奥にいますが、今日は今私たちバンフにいます。今日の動画はバンフ街歩きを紹介しようと思います。今10月なんですけど、秋のバンフの様子と、ついでにちょっとボーフォールズっていう歩いて行ける観光スポットまで今日は歩いていきます。それではレッツゴー。10月に入りまして、だいぶもう夏シーズンは終わったね、完全に。でバンフの街中もこういう紅葉がだいぶ綺麗に見えるようになってきました。本当ね。本当ね。でこの左側に見える山なんかももう10月9月下旬ぐらいからうっすらと雪が積もり始めてる感じかな。夏が終わったね。ね、でも気持ちいいよね。なんかすごい寒すぎず、そうね、暑すぎず。ではバンフのダウンタウンの入り口にやってきました。ここはバンフアベニュー、バンフ大通りとウルフストリートかな。バンフのダウンタウンの北の端っこです。これからダウンタウンの、人混みの様子なんかも紹介できたらなと思います。じゃあこれからダウンタウン入っていきますが、もう周りの人の服装もね、ダウンとかやね。本当ね、薄手のダウンです。10月秋に入るともう日本だと冬の服装、の方が多くなってきました。ちょっと今ダウンタウン歩いて行ってますが、ここから見える山、見えるかな、どこにある？これか、カスケードマウンテンっていうのも見えますが、ここも雪化粧今しています。今日は気温どれぐらい？9度とかやったと思う。10月に入るともう結構気温が下がり始めて、最高気温が10度前後かな。で最低気温はもうマイナスっていうような日が続いていきます。で今の時間が何時ぐらい？昼前ぐらいそうやねですけど、人混みはこんな感じです。全然多くないね。全然多くないね。今日は、天気いいからじゃない？天気いいからみんなどっか行ったんやない？そうだよね。ロッキーは日中みんなカナディアンロッキーの山の中行っちゃうんで、夕方ぐらいからかな、人がいっぱい帰って夕方ぐらいから混み始めます。で今カフェの前にやってきましたけど、ここなんだっけ、なんていうカフェ？エブリンズっていうダウンタウンのカフェですが、ちょっとでも晴れるとこうやってこれ何席？パティオ席で、朝のコーヒー楽しむ人も結構います。ではここはダウンタウンのど真ん中の交差点にやってきました。カリブストリートとの、交差点、でこの分かりやすいのがこのスターバックスの建物があるのがこのど真ん中の目印です。じゃあちょっと後半部分というか、ダウンタウンは2ブロックあるんですけど、南側これから歩いてきます。でもこう後ろ振り向いてもここが一番混雑するんですけどね、人少ないね。本当やね。だいぶ人が減ってきました。何日か分からんけど、10月の中旬にサンクスギビングっていうホリデーが祝日があるんですけど、だいたいそこまでがなんかバンフの夏の観光って言われてますね。そうだね。だからあと今10月上旬で撮ってますけど、あと2週間ぐらい、すると、秋も終わっていよいよ冬に突入というような感じです。で冬になると今度はハロウィンとクリスマスやねのシーズンになるんですが、1個ねお店があるんですよ。ここかな、ここよね、ここなんて書いてある？スピリッツ・オブ・クリスマスというお店があって、クリスマスの何が売ってあるの？ここは何でもクリスマスに関連する靴下とかデコレーション商品とか、主にオーナメントが多いんじゃないかな。今はちょっとハロウィン前なんでこういうハロウィン仕様になってますが、オーナメントって何？クリスマスのツリーに飾るやつ。
なんかが売ってあるショップ、一年中クリスマスのシーズンが味わえるお店なんかもここにあります。でも結構いつも忙しそうよね。でこのバンフアベニュー沿い右側にお店があって、左側にこう植樹が木が植えてあるんですけど、今ちょうどこういう赤い実がなってます。結構綺麗な真っ赤やね。たまに鹿が食べてるよねこれね。なんかこれ毒がちょっとあるみたいなんで、見かけても勝手に取って食べないようにしましょう。でも結構これ色鮮やかよね。こんなのがあったり、奥の方行くと、黄色く色づいた紅葉なんかも楽しめます。ただね、街歩くだけでもこういう風な感じの綺麗に楽しむことができます。そうやね。秋になって仕事はどんな？10月入ってかな。だいぶ落ち着いてきたかなっていう印象。少し忙しいのは忙しいけど、夏ほどのすごいめっちゃ忙しくて疲れたっていうのはなくなってきたかなっていう感じです。見た分かる通り人通りも少なくなってきたから、全体的に街全体の忙しさも落ち着いてきてるっていう感じよね。さて、じゃあダウンタウンの南の端っこまで歩いてきました。だいたい2ブロックぐらい、何分ぐらい、10分もかからんのじゃないかな、歩くだけなら。10分あれば端から端まで歩いていくことができます。ではこれからボーリバーという川を渡って、ボーフォールズ、これから歩いて行きましょう。15分ぐらい行きましょう。ダウンタウン近くの川を渡る橋にやってきましたが、この橋がおすすめよね。可愛いよね。レインボーで、このレインボーの舗装が、目印。バンフから橋を渡る橋、川を渡る橋3つあるんですけど、この橋が歩行者専用なので、でちなみにこの橋がなんでおすすめかっていうと、景色が車が通ってないので、まず歩いててちょうどいいというのと、あと景色が意外と綺麗で、バンフアベニューから綺麗に見えてた高い山後ろに見えてます。これが割とここからだとこういう風な感じで、車も入らず綺麗に見ることができるので、この吊り橋おすすめなんよね。あと普通に川の流れもあっちのメインのアベニューよりも水が多くて、結構迫力もあるし、ランドルと一緒に撮れるのもいいと思う。そうね、この奥に見えてる尖った山と、あと下に流れる川も、綺麗に楽しむことができます。ちなみに今映ってる川の奥の方にこれから行くボーフォールズがあります。ちなみに今こういう森の中を歩いて進んでいきますが、この下の舗装アスファルトとかじゃなくて土なんで、雨降った翌日とかはあれよね、結構ぬかるんでべちゃべちゃになるよね。そうで、あとあんまり映ってないんですけど、実は野生動物の糞が結構落ちてるんで、そういうの気になる人は下結構注意しながら歩いて進んでいきましょう。そうね、ちょっと綺麗やから外に翻弄されすぎると足元が結構危ない。水が少ない。じゃあ川岸に到着して、こういう風にベンチが設置してあるよね。もう結構ここの水量が少なくなってきとるね、川の水。そうやね、確かに前まで結構ここぐらいまであったのに。跡があるもんね、この辺まで水が来とった跡がね。そう、このロッキーは夏の間水の量が増えるんよね。で寒くなってくるとちょっと水の量が落ち着くとそうねいう感じ。カメラでは見えんかもしれんけど、なんか今流れがこうバーってある中で、なんか3層ぐらいに水の色が変わってて、手前はもう透明で、真ん中のちょっと深いかなっていうところが、なんていうんだろう、エメラルドでもないけど、水色とブルーの間みたいな、と奥もまた透明になっててみたいな。でまた波の流れ、川の流れが違うところだけちょっと荒立ってるとこもあるけど、なんか夏とはまた違うカラーの違いが見えていいんじゃないでしょうか。このボーフォールズに行く道、夏って結構人歩いとるよね。やっぱ秋になると
随分人が減ります。いいね、あの過ごし方。ベンチの横で座りながらランチを食べて、簡単な。こういう感じ。うん。まあ川岸でランチを食べてる人もいます。そう。ちょっと今日は寒いけど、でもこういう自然の景色の中でゆっくりね、おむすびとか食べれたりとかするのいいよね。よいしょ。ちょっとした休憩スポットに到着です。ここ意外と綺麗じゃない？綺麗やね。ね。紅葉があって。そうそう、この紅葉と、あとこの奥に見えてるのはバンフスプリングスホテルっていう、まあ、高級ホテルだね。うん。なんかが見えて、場所としてはこういう、まあ、ちょっとしたベンチもありながら、さあゴールはもう目前だ。すぐそこよ。どうでしょう。さあもうちょっと頑張りましょう。さあではボーフォールズ到着しました。ちょっとビューポイントまで行ってみようか。うん。カメラ回しますよ。どん。ここが結構綺麗なビューポイント。イエーイ。どう？綺麗やけど、やっぱ夏に比べると水量が落ちて岩肌が見えるね。そうだね。やっぱ7月8月が一番多い感じ。うん。結構迫力があった気がする。ね。なんか以前春に来たよね。うん。まあ、別の動画で上げてますけど、まあ、その時もこんな感じかな。確かに。うん。うん。でもここ実は周り見てみると、この右側とかあの奥の方の砂利っぽくなってるところ、うん、降りれるんですけど、あの辺も結構紅葉してるね。綺麗やね。うん。これ夏場はなんかカヌーみたいなのやりよるよね。そうそう、カヌーもやって、あと秋は人が少ないね。うん。ここ夏来るとね、大変。もう観光客でびっしりなんで。ここもすごい人おるよね。うん。まあ意外と秋はこういう感じのボーフォールズです。さあでは先ほど紹介した河原みたいなところやってきました。結構広々した感じね。また滝も違った角度から見れるね。うん。で滝の下より人少ないよね。確かに。落ち着いてる感じ。でもこの奥の方の山とかも雪がもう結構かぶってるんで、いやもうだいぶ冬が近づいてきたなって感じだね。ほんとね。まあ、ここもこの紅葉がすごく手前で綺麗で、まあかつボーフォールズも楽しめるという感じ。はい、というわけで今回の動画ではバンフの秋の様子、街歩きプラス、まあ、ボーフォールズまで散歩っていう動画をお届けしていきました。この秋ってどれぐらい期間でいうと、まあ2、3週間かね。まあ、10月下旬になるともう雪が降り始めて冬になっていきます。まあ、秋の情報かな、観光情報ってなかなか期間が短いんでお届けできないんですけど、まあ、これから秋も含めて冬の情報なんかもどんどんアップしていこうと思っています。でこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから楽しい情報やためになる情報をお届けしていっています。まあ、これからもどんどん情報アップしていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、次の季節の情報をお届けしていこうと思うので、また次の綺麗なところでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。